我々ワクチン作っていて、研究室で作ったものは人には打てないじゃないですか。人に打てるようにするためにはちゃんとしたところで作らないといけない。ところが日本には大学にそういう施設がないんですよね。ユートピアというのはもともとの経緯は、日本でコロナのワクチンがすぐにはできなかったということで、日本政府が日本の研究所大学に基礎研究から実際のところまで臨床まで、ワクチンを届ける、そういう組織を作りましょうっていうのでできたんですね。一方で狙いとしては東京大学の、いろんな研究者で、感染症の研究に携われるような方、実際には携わってなくても、携わってくださって協力して感染症の問題を解決していただけるような先生方に集まっていただいた多分野融合のチームになります。こんにちは。今やってもらっております。これは今度ユートピアでまさに新しく始めさせていただいたプロジェクトで、実際にすごい感染病原体に感染した人や動物のサンプルをどのようにしてリスクフリー、つまり事故なしできれいにちゃんと解剖して臓器サンプルを取るかっていうのは非常に大きな問題です。その時に我々が思いついたのが、この完全に隔離された手術ロボットでリモートで臓器を取るということを目標にこのプロジェクトを始めました。でこれを将来的には AI にデータとして覚えてもらって、将来はだから AI が同じことをできるようになるのは素晴らしいことだと思っています。ただこの大きな躯体を各研究所とか各ラボで持つわけにいかないので、小型版にして、それでいろんなところで、このセーフティーキャビネットの中で全部できるような、そういう最新版の、小型版のキノトリっていうんですかね、手術ロボットを動物実験のために、作れればというふうに今やっています。何もかも世界初だと思いますし、皆さんこれを一回触っていただいたら、もう二言目には「いいね」って言ってくださった。ここはですね、東大ユートピアで GMP の教育をする計画になっておりまして、そこの集合教育の場所になります。例えば医薬品がですね、安全に正確に作られるための基準でありまして、それなしにして医薬品が作れないという。日本においては企業に入って OJT でやるのが一般的なんですけど、ヨーロッパとかではもう大学で教えてすぐ即戦力みたいな形になってまして、日本もそっち側に進歩していかないといけないかなということで、そういう計画をしているところです。はい、ここのエリアに無菌充填装置を置く予定です。これは完全の無菌の充填器なんで、ほぼ菌も塵もないと。ゼロに近いような状態で、完全なアセプティックの充填ができるという機械です。これは日本では例はない、初めての試みであります。この施設は東京大学にかかわらず、東京大学以外の人たち、他の大学でもいいですし、他のベンチャーの方でもいいですけれども、そういう人たちがこの施設を使って治験薬を作っていく。アメリカだといろんな大学、大きな大学はみんな GMP 施設を持ってるんですね。なので大学の研究者がいいものを作った時に、そこで自分たちで
治験薬っていうんですけども、人に打てるようなものを作って、安全性と有効性を確認してそれを企業に買い取ってもらうと。で日本ではそのシステムがなくて、今回初めてそれをやって、それがうまくいけば日本の他の大学にもそういう施設ができて、もっと研究室のものが臨床現場に届くというふうになると。